皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍によるウクライナへの本格侵攻から1000日が経過しました。今回はこの1000日の過程をほんのちょっと振り返りつつ、今後についての解説をしようと思います。ただ、そうした振り返りをする前に、まずは現状についてのお話をしましょう。ロシアはこれまで自国だけでの戦いではウクライナを倒せないといったことから、まずはイランからの兵器輸入を進めました。しかし、イランからの兵器導入では、大型の突撃ドローンの輸入とライセンス制裁にとこぎつけたわけですが、これはウクライナを倒すには不十分な援助でした。大規模な攻勢を連続的にかけることによって、ウクライナ軍を苦しめているロシア軍。しかし、迎撃する側の方には、欧米からの支援もあって、日々ロシア軍に大きな被害が出続けています。そのためにイランの次に頼りにしたのが北朝鮮。北朝鮮からは大量の弾薬類とともに兵士についても派遣を取り付けることに成功しました。現在北朝鮮の兵士たちはクルスク州における戦いに参加していると言われています。そしてこの北朝鮮兵の参加といったものを契機として残り任期わずかとなったバイデン政権は供与しているATACMSミサイルの使用制限を一部解除しました。それは従来ではロシア領内に使用することを禁じていたこの規制を解除したというのです。ただしこの規制の解除の仕方といったものには批判が2種類起こりました。まず第一に発表の仕方として攻撃する前に使用先としてはクルスク州へと用いるだろうという予測が報じられたのです。攻撃を実施する前からこのような話をしては当然のようにそろそろ攻撃が来るかもしれないなと身構えることができます。当然どこかに集中的に集められていた物資や兵員を分散させるといった措置が取られるでしょう。このような措置をするのはロシア側に大打撃を与えればロシア側が激怒するかもしれないとプーチン大統領を気遣ってのことです。一方でもう一つの批判というのはウクライナに対して供与している兵器の規制を解除することはロシア軍に大打撃を与えられる可能性が生まれることであり余計なことをするなという批判もあります。これは次の政権が決まっているトランプ氏のその周辺におけるバイデン政権への批判です。トランプ氏自身は批判の声明を出していません。取り巻きの人たちがバイデン政権を批判しています。トランプ氏は大統領に就任した際には24時間以内にこの戦争を一旦やめさせるという話をしており、その具体的な方策としては何をするかは今のところ詳細は語っていません。しかし、事態の沈静化を図る上で何らかの条件を持って停戦交渉に当たると考えられることから戦闘が激化することはこうした交渉に水を差すこととなります。ですからバイデン政権がウクライナに対する支援を増強させることは戦争を激化させることにつながるため、このような支援に反対するというのがトランプ氏の周辺の人たちの声なわけです。ただ、今日入った一部報道においては、ATACMSミサイルの使用については、クルスク州ではなかったかもしれないという話が出ています。まずはそのあたりの情報から見ておきましょう。まず基本のおさらいです。ATACMSミサイルともう専門用語を最初に使っていますが、ATACMSミサイルはアメリカからウクライナへと供与された射程300キロのミサイルです。こちらの写真に写っているのがその発射母機であるハイマース。ハイマースは当初射程80キロのミサイルを使うことでロシア軍の前線に点在していた武器庫やもしくは兵士の集結地に対する攻撃で成果を上げました。しかし、ハイマースによる攻撃が続けば、ロシア軍もこれに対抗手段を取り、物資の集積地をより遠方に散らせるといったことを行うことによって大きな被害が出ないようにしました。また、その攻撃範囲について言っても、バイデン政権は常にロシア本国領に使うことに対して規制をかけ続けました。その後も戦争の長期化に伴って、ハイマースのATACMSミサイルの供与については解禁されたものの、使用先については今回ようやくロシア本国領への攻撃に許可が出たのです。ただし、使用実施例第1例となったのはどうやらクルスク州ではなくそのお隣ブランスク州だったようです。この地域にはロシア軍の弾薬庫があるのですが、以前も一度攻撃が行われました。ただしこの時は十分な破壊成果が得られておらず、今回改めて
ATACMS ミサイルを使った攻撃が行われただろうと言われています。ただしこれは正式発表ではありませんので、後日また訂正が入るかもしれません。何にしても、射程300キロの範囲内における主だった基地や主だった弾薬庫を攻撃することができれば、ロシア側はこれに対抗するために、さらに後方に物資の集結機を遠ざけなければならなくなるかもしれませんし、同様にして部隊の集結地についても再検討しなければならないでしょう。前線から遠くなればなるほど臨機応変な対応が難しくなることもあり、ATACMS ミサイルの活用範囲がロシア軍に圧力をかけることとなります。ただし、バイデン政権が任期残りわずかのこの時期にあって、アメリカからウクライナに供与された ATACMS ミサイルはごく少数だと言われています。非常に有効な兵器ではあるものの、今の戦況を大きく動かすだけの数を供与しない限りは、この決定もなかなか意味をなしません。では、ロシア軍による本格的な侵攻が始まってより1000日、そしてクリミア半島に対する侵攻から数えれば10年目となる現在において、今が最悪かと言われればそういうわけではありません。これは戦争研究所の発表している戦況マップです。赤く塗られているところがロシア軍の占領している地域。2022年4月においては、ロシア軍による本格的な侵攻が首都の北側、そしてウクライナの第2の都市ハルキウ周辺、東部戦線、南部戦線、4方面から一斉攻撃が仕掛けられました。これに伴ってロシア軍の占領地域が一気に拡大、またウクライナの首都キーウに迫るロシア軍の姿もありました。ただし、当時のロシアはウクライナの力をあまりにも過小評価していました。ほんの数日もあれば、ウクライナの首都キーウは陥落し、ゼレンスキー大統領は海外へと亡命、そして混乱の中でウクライナ軍は降伏するだろう。そしてロシア軍はウクライナ全土を掌握するだろうというのがロシア側の見立てでした。実際このような評価を下していたのはロシアだけではありません。NATO 加盟国であるドイツにおいても、ドイツの政府高官がウクライナ側の外交官に対して、あなたたちの国はもう数日もすればなくなるかもしれない。あなたの国に対する支援は何の意味があるのだろうという話をしたというのが、今でもその当時の状況を伝える話として残っています。しかし現実においてはウクライナ軍はよく抵抗し、準備不足だったロシア軍は方々において補給が間に合わず、攻勢限界点を早くも迎えました。そのため、ウクライナ軍の反撃にあって、まず最初に首都攻略部隊は撤退に追い込まれました。次に、ハルキウ州における戦いでも、ウクライナ軍の電撃戦を許し大きく後退。さらに続けて南部戦線においても、補給線が途切れた一部部隊がヘルソン州に取り残されたことにより撤退に追い込まれました。そのため右側の図においてはウクライナ軍が取り戻した占領地が水色で表示されています。この水色の部分はロシア軍の占領に伴って住民の殺害、拷問、誘拐など様々な戦争犯罪が報告されています。そして右側の地図を最新のものへと更新しました。左がロシア軍による占領地が最大だった2022年4月、そして右側が2024年11月19日時点でのロシア軍の占領している地域です。首都キーウ、また第2の都市ハルキウ周辺におけるロシア軍の占領地域は大幅に減少していますが、東部戦線におけるロシア軍の攻勢に伴って4つの州におけるロシア軍の占領地域が大きく広がっています。バイデン政権がようやくATACMSミサイルの規制を解除したというのは朗報ではありますが、同時にあまりにも遅すぎたと評価せざるを得ません。バイデン大統領にしてみれば、北朝鮮兵が戦争に参加するようになった、そのエスカレートに対応するための措置だったという話をしているわけですが、ロシア側の攻勢はずっと続いているわけなので、本来であればもっともっと前の段階、ATACMSミサイルの供与を始めた頃にこのような規制解除を同時にすべきだったでしょう。そしてそのATACMSミサイルの供与開始もまた遅すぎたと言われるぐらいで、常にアメリカはロシアの顔色を伺い続けたという支援だったわけです。ただしこのように十分な支援ではなかったというのは間違いないわけですが、じゃあその他はどうだったかといえば、残念ながら日本はそもそも軍事支援を行ってはいません。また、ウクライナに対する支援も融資という形をとったり、もしくは支援はするんだけれどもその返済にはロシアの凍結資産から生まれるお金の返済を元にしているものなどで、ウクライナを大きく後押しするというようなものでもありません。そしてヨーロッパ各国は長い間軍縮の
中にあって、ウクライナに対する支援を十分にできるような国がなかったというのも事実です。さらにはヨーロッパ内部においては、支援をしようという声はあるんだけれども、実際には軍縮から軍の再建、そして拡張といったことに力を注ぎ、ウクライナへの支援を全力でできたわけではないといった事情もあります。そして現在でもその影響は残り続けていると言えるでしょう。例えば、ウクライナに対する支援では、第1位がアメリカです。第2位はドイツ。このドイツにおけるショルツ政権は、メルケル政権の影響も色濃く残っている状態で、ドイツの国力からすれば全力支援とは呼べないようなものでした。また、現在でもショルツ首相は、巡航ミサイルタウルスについての供与を拒み続けています。つい最近では、ドイツ国内においては総選挙がほぼ決まりだなという状況の中にあって、ショルツ首相の所属している政党は国民の支持率が第3位、総選挙になれば他の党の議席が伸び、彼自身が再び首相になる可能性は低くなっています。そのような段階でプーチン大統領と電話会談を行い、少しでもドイツの心象を良くしようと試みています。また、アメリカがATACMSミサイルの使用規制を解除したというこの一報に関連して、すでに巡航ミサイル、ストームシャドウとスカルプを供与しているイギリス、フランスについて、この2つの国については、アメリカ同様に使用規制を解除したかどうかについては不明です。当初の報道においては、イギリス、フランスもアメリカに倣う形でロシア本国領に対する攻撃で巡航ミサイルをどうぞ使ってくださいというような話も流れていたのですが、その後、この一報を報じた記事は削除され、現在はどのような決定になっているのかうやむやになっています。なお、バイデン政権はまだウクライナ支援のための予算総額がある程度手元に残っている状態です。そのため、この予算を全て執行し、駆け込みの支援を増額させようという動きもあります。これが完全にウクライナに渡りきるところで政権移行が起こればまだ良いのですが、もしかしたら手続きが途中でトランプ大統領が誕生し、ウクライナ支援が大統領令によって停止するかもしれません。この場合、ヨーロッパからの支援頼りということになるわけで、従来からすればウクライナ支援は半分以上が失われてしまいます。そうなれば、元々の国力差といったものが大きく影響することとなります。当初から表現としては、ウクライナの国力を一致とした場合においては、ロシア10という話をしました。しかし、このロシアという国は、実はアメリカに比べれば大幅に国力は小さいものです。例えば、韓国とロシアは同程度の経済規模ですよという話をすれば、韓国とアメリカが直接対決をした場合において、韓国が勝ち筋が見えるという人はちょっと頭のおかしい人でしょう。ロシアというのは確かに資源大国で農業大国で自給自足のできる国ではあるものの、決してアメリカと比べた場合において超大国ではないのです。だからこそアメリカがどれだけ本気で支援するかにかかっているわけで、支援さえしっかりとすれば、元々の国力差を覆す、そういったことも可能なわけです。もしもこのままトランプ政権がウクライナ支援をバッサリとカットして、あとはロシアのお好きにどうぞというような状態にしてしまった場合においては、国連常任理事国による軍事侵攻は、超大国アメリカが容認するようなこととなり、当然このような動きは次の戦争の種をまくこととなります。それはロシア自身もそうですし、その他の国、中国についても同様のこととなるでしょう。ましてや、ロシア軍によるウクライナ侵攻、抵抗するウクライナ側への支援が減れば、ロシアにも余裕が生まれます。そうなった時には、中国を支援するロシアといったことも生まれるわけです。中国が軍事行動を起こした場合においては、ロシアは喜んで中国を支援することでしょう。それは、ロシアが北朝鮮から大量の砲弾を購入し、兵士も派遣してもらったと同様に、ロシアの戦時経済を永続的にするためにも、中国から大量の兵器生産の契約を勝ち取るかもしれません。そうなればロシアにしてみれば戦争をもっともっと続けばよいと考える可能性すらあるわけです。ロシアによるウクライナ侵攻、それをロシアにとって都合よく終わらせるということは結局のところ次なる大きな戦いへの準備期間を与えるということはぜひとも意識してください。現にロシアが侵略戦争を起こしていてもそれが日常化している世界です。次の戦争が起こらないなどと考える方が危機意識がないとさえ言えるような状況なのです。というわけで今回の動画はここまで。ロシア軍によるウクライナへの本格的な侵攻1000日目、そして2014年から始まっていると考えればもっと戦争は前からずっと続いてきたものです。ですから
戦争といったものは決して特別なものではなく、いつでも起こり得るし、止めるのも難しいものなのです。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。